高島ファルコンズの千秋です。安藤です。今日はマニュアルに依存する Z 世代が増えてきている件について話していきたいんやけど、東洋経済オンラインの記事で、見て覚えろに引く Z 世代、マニュアル主義に戸惑う上の世代という記事があって、Z 世代はマニュアルがないのかと疑問を抱き、見て覚えろという指示に抵抗を感じる。デジタルネイティブである彼らは、情報共有により効率的な正解への到達を重視して、一方で、上の世代は経験を通じた創意工夫で自分なりのやり方を見つけることを期待する。で、これらがマニュアル主義に見える Z 世代に戸惑い、質問をしない態度にどこまで理解できるのかと不安を感じ。しかし、Z 世代がマニュアルを求めるのは、先輩の手を煩わせたくないという配慮から来る場合もある。という認識のズレに対しての記事があって、で、続けて、言わなくてもわかるっていうのが通じない。この言わなくてもわかるっていうコミュニケーションは、Z 世代には通用しやんと。なぜなら、Z 世代は指示の手順や達成する状態が明確に示されるのが、普通と考えて、指示の背景にある期待を具体的に言語化することが重要と書いてあるのね。自分で考えて能力を広げてほしいといった思いを明確に伝えてあげんと、Z 世代は安心して仕事に取り組めないと。だからさっきも言ったように、マニュアルがないと仕事を取り組めんっていう感じかな。思った通りにやってみろっていうのが難しいってことやん。そう。で、ここで、マニュアルのメリットを挙げると、業務品質の均一化っていうのがあって、マニュアル通りにやれば、誰もが同じ手順で、業務を進めることができるから、個人の経験の差やスキルによる業務品質の差が小さくなるから、同じ業務でも社員によってやり方が違うっていう状況がなくて、品質が均一になる。チェーン店のレシピとかと一緒やんな。すべてのお店で、吉野家やったら、どこの吉野家行っても同じ味が食べれるようになっとるっていうのは、マニュアル化の恩恵やんな。で、あと、マニュアルがあれば、新入社員が任意のタイミングで自由に業務内容について学習できるから、教育コストの削減っていうのが、期待できて、業務の予習復習ができるから、研修や OJT の教育で同じことを繰り返し指導する手間が省けるっていうのが書かれとるな。マニュアルに時間使っても、その分教育にかける時間、研修にかける時間が減るから、トントンか、むしろメリットあるよみたいな感じか。そう。その中でデメリットについても話していきたいんやけど、デメリットはマニュアル通りにしか、動けんくなるから、トラブった時に適した行動が取れないとか、自ら考えて行動せんくなる。あとは、モチベーションの低下っていうのも挙げられとって、マニュアル一辺倒だと、どうしても仕事への意欲や、責任感がなくなるよねっていう。そうか。純粋にマニュアルの作成や更新の手間がかかるっていうのが、ネックになってくるかな。変わってくもんな、業務って。その時々によって会社の制度とかルールも変わってくし。はい。だから常に更新に追われるっていうのもあるよな。なんか何でも全てをマニュアル化しとったら、もうしょっちゅう更新せなあかんくなるから、むしろ業務よりそっちに時間取られるみたいなことはあるな。確かに。それでな、時間かかっとったら、元も子もないけどな。Z 世代に限らずやけど、マニュアルを要求するっていうのは、その仕事さえやってればいいよねっていう、ある意味楽な考えやん。マニュアルから外れた責任が負いたくないっていうのがある。そのマニュアルを見てやる側からするとってことやんな。そう。ただ、マニュアル通りにやっとると、それはそれで切れる人もおるやん。そうやな。てか、多分それって、マニュアルが間違っとるんか、古いのか。そう。だからそれでどっちすればええねんって思う時があるわけよ。実際俺も。そもそも、若者とおっさんやと、仕事に対しての考え方とか、行動も違うんやから、同じ一辺倒でやり方を合わせるっていうのも、難しい話なわけよ。ただ、マニュアルが適用されるっていうのは、それ工場とか、工程がもうガッチガチに決められたところでやったら、マニュアルを使って同じ品質のものを出すっていうのは、わからんでもない。で、ライン作業とかな。そう。俺も仕事で、そういう企業とか、本当に小さな町工場まで行くけど、いわゆるその職人っていう人らは、マニュアルというよりは OJT で現場でやってみろっていう人がマジで多いね。現場で覚えろっていう感じの。それは全く同じ現場がないからってことじゃない？それもあると思う。マニュアルが通用せんってことやな。記事の中で上の世代からすると、創意工夫で自分なりのやり方を見つけることを期待するから、マニュアルに依存するなって書かれとるんやけど、創意工夫も何も、ゼロの状態から創意工夫も何もないやんな。確かにそれはそう。これをやれって言われて、やり方全く分からずにゼロの状態で、こうした方がいいとか、こうやってやった方が効率的やみたいなことをさ、編み出すのがまず、ほぼほぼ不可能やから、まずはな、マニュアルがないと
どうにもならんとは思うけど、で結局でもこの上の世代の人がマニュアルに対して否定的なのって、自分がマニュアル作るのめんどくさいだけなんじゃないかなって思うけどな。責任転換やな。結構書いたりさ、そのタイピングするのがめんどくさいっていう年配の社員、従業員って多いからな。うん、確かに。まあ昔ながらのでやってきとる感はあるよな。うん、そうやな。自分らの時にそんなガッチガチに決まったマニュアルがないから、別にそんなわざわざマニュアル制作して、ね、一から養んでもいいやろっていう考えのやつは一定数おるとは思うよ。でも、結局業務もマニュアル通りにいかんことの方が多いとか、その時々によってやり方が変わるからマニュアルにしてないっていう人もおるけど、それを結局言葉に言語化できやんっていうのはその人の能力が低いとも取れるけどな。まあそれはそうやな。でも、マニュアルはな、自分が作る側に立ったこともあれば、読む側に立ったこともあるんやけど、はいはい。転勤とかがある会社やったから。だから、どっちの側に立った立場から言うと、マニュアルって作った人によってな、品質の差がめっちゃ大きいから、はいはい。下手な人が作ったマニュアルとかってマジで使い物にならんのよな。もう大事なところ書いてないとかさ、そも目次もないからどこに何があるかわからんとかさ。いや、それは困るな。使い物にならんなと思ったら、そのマニュアル結局読まんくなるんやけど、だったらもうない方がいいなとは思うな。中途半端にな、指示されるぐらいやったら、独自でやった方がいいわな。だったらもう口で教えてもらって、で、その場でメモ取るとか、自分の言葉でまとめた方が早いなと思うことは結構あるから、だからまあ必ずしもマニュアルが必要だとは思わんけど、直接さ、教えれやん場合もあるやん。急な転勤とか、急に退職したとか、病気でおらんくなったみたいな、そういう時は文章を何にも残してないやつはどうかと思うけどな。見て覚えろっていう人もおるけどさ、本当人によって違うことがあるからさ、その人は良くてもこっちの人はダメとか、そういう、なんか社内ルールも統一されてないようなところやったら、すげえ困るんよね。でもそういうのは、できる人は、この人の時は、こういう風にした方がいいとか書いてくれとる人おる。たまに。それは有能やな。この人はこういう性格やから、みたいな。はいはいはい。優秀な人やんな。でも結局、自分が作ってもさ、ろくに読まずにさ、電話してくる人とかもおるしな。何やったんやと思うけどな。そうやな。全くな。あと、マジでよくわかるのが、Z 世代ってだけでさ、くくりで判断する人も多いからさ、俺らはゆとり世代やんか、いわゆる。だから、どっちかって言ったら Z 世代の気持ちもわかるっちゃわかるやん。うん、そうやな。てか、俺らも結構世代でくくられてきたもんな。うん、そうそうそう。でも、ただ、俺らが Z 世代と話して、こいつ大丈夫かって思う時もあるやん。まあ、そうやな。話しとって価値観じゃないけどさ。だから、俺らでそう思うんやから、それこそ俺らより上の一回りとか二回り上の世代の人なんて、絶対 Z 世代とは分かり合えやんねやって。まあ、分かり合えやん部分は、その世代間じゃなくてもあるけどな。それはそうやけど。デジタルに対する考え方とかさ、仕事に対する姿勢とかは、多少世代間でな、特徴とかはあると思うから。まあ、そもそもなんか仕事に対する温度感みたいなのは、結構世代によって違うかもしれんな。いや、それは絶対あるよ。その時々の風潮みたいなのもあるからな。俺らも世代でくくられてきたからわかるけど、世代でくくられるの嫌やんな。こんな話題を取り上げといてあれやけど。めちゃくちゃゆとり世代って言って馬鹿にされとるからな。上の世代からは。よくある最近の若いやつは。あんなんマジで。世代じゃなくて、その人によるからな。ほんまそれ。でも、この記事の中でも言っとったように、若者がマニュアルを求めるっていうのは、自分が楽したいとか、聞くのがめんどくさいとかじゃなくて、結局その他人のとか先輩の時間を使わせてしまうのが嫌やからっていうのが本音やと思うけどな。それもあると思う、もちろん。わかる。俺らもそうやったもんな。なんかわざわざさ、マニュアルがなかったら、聞かなあかんくなるやんな。わからんことがあったら毎回。どうしようもないからな。それでな、相手の時間取って、で、相手もさ、めんどくせえなみたいな感じで、の態度取られると思うな。対応されるとさ、次からな、聞きづらいしな。誰も幸せになってないやんな、そんなの。そう。で、ほんとわからんときは、一つの工程終わるたびにわからんこと出るから、また聞くことになって、そのたびにな、作業止めて聞いとるっていうのも悪いなって思うよな。思うから、そういう決まりきったマニュアルがあれば教えてくれっていう感じやんな。俺らからすれば。でもそのマニュアルを作らんやつに限ってさ、何回も同じことを言わすなとか言ってくるやつもおるからな。あれほんま腹立つよな。こいつなんて思うよ。じゃあマニュアル作っとけよって思ったわ、新入社員の時とか。自分が Z 世代じゃないけど結構ここで紹介されてることもよくわかるな。市販のな、ソフトとかアプリ、Excel とか Word とか、そういうののことはちゃんと調べりゃ出てくる
わけやん。で、説明書っていうのがあるやん。そういうのを読まずに何でもかんでも聞いてくるやつっていうのは自分で調べるなと思う。あ、だから、マニュアル自体をもう読めないやつも多いらしいよ。あ、おるおる。いや、それはもう若者じゃなくて、中年に多いよ。中年以降。もうそれなんか単純にさ、あれやな。もうおじさんやからとかじゃなくて、もう頭弱い人やんな、それ。弱いっていうかな、理解しようとする気がないんやろな、多分。もう人に口頭で聞くのが当たり前な環境で育ってきたからそうなるんやな、多分な。それはあると思う。だってちょっと調べればさ、わかることやしさ、それこそ今やったらな、AI でな。ちょっと GPT とかで、そうそう、すぐ出てくるんやから。それすらもサボって0から100まで聞いてくるやつは、それこそ作業の時間奪って目を書き取るっていう自覚をもっと持ってほしいわ。あと、これおつぼねに多いと思うんやけど、マニュアルを作らずに全部口頭で説明することを前提にしてさ、あえて大事な部分とか教えやん人とかもおるんよ。効率的な方法とかも知っとって自分でやっとるくせに、あえて教えずに、大事な業務は自分が頼られるような環境を残しておくっていうの。俗人化しようとするんよ、あえて。で自分の居場所をなくさんために。ああ、なるほどね。頼られたい。そうそう、頼られるの気持ちいいや。だから自分がおらな、仕事が回らん状態を維持しようとする。それ厄介やな。そういうおつぼねさん多いよ。でも。マジで自分が気持ちよくなりたいだけやん。あとはだから効率的な方法をさ、自分だけが知っとったらさ、自分がすごい仕事早いみたいな感じで評価されるからさ。とか、あの人に聞けばいいみたいな風潮もできるしな。まあ、マニュアルがな、まずあってこその、まあ、創意工夫やからさ。だから、ガッチガチにな、1から10まで全部細かくマニュアルを作った方がいいとか、それがあった方がいいとは思わんけど、触りの部分というか、簡単なせめてな、文章にした方がいいと思うけど。流れとか、パッと見でわかる資料がないとやっぱり。創意工夫とかも、最近はな、生成 AI があるから、創意工夫も何もないんじゃないかとは思うけどな。確かにな、キーワード何個かピックアップして、あと、お願いで、ある程度形にはできてしまうからな。なんか AI でさ、仕事が奪われるみたいな、昔ちょっと話題になっとったけど、なんか最近それ感じるもんな。いや、あながちもう、迫ってきとるよ。そういう業務の効率化とかも取り組んだりするけど、自分の首絞めとんなと思いながらやっとるわ、俺も。あどんどん自分の仕事なくなってくよなって思うもんな。あ、取って代わられるよ。まあまあ、それはそれでな、自分の創意工夫によって業務を効率化したっていう実績を引っ提げて、まあ転職とかすればいいんやろうけどな。まあ何事もな、うまく活用すれば、絶対プラスにはなるからさ。この記事もな、結局世代間の対立を煽るように書かれとんなとは思った。確かにな。Z 世代叩きの。あ、いやでもこれ逆じゃない。Z 世代叩きに見せたおじさん、おばさん世代を叩くための記事な気がするな。実際これ、ヤフーニュースに上がっとったけど、ヤフコメはもう、おじさんっていうか、年配の会社員叩くばっかのコメントやからな。の巣窟やからな。マニュアルが一切なかったら教えられる側が中年であろうと、ベテランやろうと新人やろうと苦労するからな。そもそも破綻するからな。だからある程度形は残しとかな。そんな感じで、今日はマニュアルに依存する Z 世代が増えてきている件について話してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと、個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。